皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はテスラのモデル3をご紹介していきたいと思います。このお車は世界ナンバーワンの EV 販売台数を誇るテスラ社の人気車種で、この突如現れた黒船的存在、すごく気になりますよね。この着々と近づく EV 時代をまるで制覇するために生まれてきたと言っても過言ではないほど、日本でもものすごいスピードで人気を集めているお車で、車そのものの常識を覆すような素晴らしい世界観に仕上がっているので、ぜひ最後まで一緒に楽しんで見ていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するお車はロングレンジというグレードになります。全長 4694mm、 全幅 1849mm、 全高 1443mm、 1充電走行距離は WLTC モードで 689km です。このお車は0-100が 4.4 秒、驚異的な運動性能はもちろんのこと、車はカードキー、ほとんどの操作はディスプレイで完結させるなど、ほんとこれは CG の世界のようですよね。これから急速に加速する EV の世界で、一度は見て知っていただきたい素晴らしい内外装に仕上がっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この吊り上がった大きなヘッドライトにこのテスラのマークといい、とてもシンプルでありながらダークテイストさも感じるかっこいいフロントマスクとなっています。このお車は EV ならではのグリルレスのデザインに仕上げられ、この全体的に空気抵抗を考えた丸みのあるフォルムといい、次世代感を感じます。またボンネットを開けると、もちろんエンジンは積んでいないので、この部分は荷室空間として利用することもでき、中もとても広く、これはすごく重宝しそうな印象です。ライトを点灯するとこのように点灯し、ウインカーは少し波打ったライン形状となっています。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、滑らかで綺麗なクーペフォルムに大型アルミホイールといい、こちらも次世代感漂う美しいサイドフォルムとなっています。ここのドアハンドルはドアに格納されたデザインに仕上げられ、空気抵抗はもちろんのこと、このブラックなアクセント感、スポーティー要素も感じられます。また肝心な充電ポートはなんとリアコンビネーションのここの部分に隠されていて、鍵穴同様見えない美しさを表現しているセンス、ほんと美意識の高さも感じます。タイヤは19インチです。この軽快でインパクトのあるホイールもすごくかっこいいですよね。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、張り出し感強めの美しいサイドラインにスポーティーなリアコンビネーションといい、とても高級感が漂うかっこいいレアスタイルとなっています。私個人的にはこのテスラのエンブレムがより雰囲気も与えてくれる重要なアクセントだと思っていて、このエンブレムにこの全面ガラスルーフといい、ほんと美しい世界観ですよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、このリアコンビネーションの造形、とてもスポーティーでかっこいいですよね。ウインカーは気持ち控えめにできていて、見慣れない影響もあると思いますが、もう少し存在感があってもいいのかなとも感じました。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。まずドアの開け方ですが、ドアノブの後ろ側を押すとロックが解除されるので、これで引いて開けることができます。室内はこのような感じで、センターに大型ディスプレイとハンドルのみという、今までに見たことのない引き算を極めた、そんな空間となっています。ほとんどがこのディスプレイで操作ができる未来感や、こういう世界がトップに君臨する想像力なんだと感心してしまうほどの素晴らしい内装に仕上がっているので、詳しくその内容を見ていきましょう。まずフロントには15インチの大型ディスプレイが搭載されています。このディスプレイは常にインターネットとつながっている状態になっていて、今皆さんが見てくれているこの YouTube や Web を開くこともできたりと、車でタブレットを操作しているような、そんなデザインとなっています。地図はおなじみの Google の地図が採用され、その隣の車の絵をタップすることでトランクや充電ポートを開けたりすることができたりと、これからご紹介させていただきますが、本当に全てこのタブレットが車を動かしているかのような、そんなシステムとなっています。この地図画面がまずメイン画面となるんですが、
画面下のこの部分はエアコンの調整をすることができ、なんとこのように指で風の向きを操作することができる、とても斬新なスタイルとなっています。もちろんシートヒーターも運転席、助手席、後席まで完備され、全席3段階で調整することができます。またシートはレザーフリー仕様となっていて、シートに座った感じもとても良く、クッション性もしっかりあり、とても座りやすい印象です。シート調整は電動で調整することができ、腰が当たる部分を微調整できるランバーサポートもついています。また外装の美しさも際立たせていたガラスルーフはこのような感じで見え、この開放的なデザインと大型ディスプレイといい、これは見たら欲しくなっちゃう世界観ですよね。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、こちらもインテリアにマッチしたとてもシンプルでありながら質感の高い、そんなデザインになっています。このかなりスタイリッシュに見える理由はというと、皆さん何がないか分かりますか？実はドアを開けるときに必ず必要なドアノブがなく、ドアを開けるときはここにあるボタンを押すことで開けることができ、ドアを開ければサッシュレス構造と、どこまでもおしゃれでスポーティーなデザイン、ほんとセンスが光っていますよね。ドアを閉めた音はこのようになっています。ディスプレイ下には起毛処理が施された置くだけ充電が採用され、本当小さなことなんですが、このベストな角度といい、ユーザー目線で作られているなと感じました。その後方には蓋付きで深さも十分にある大きな収納空間があり、もちろんサイド部分も起毛処理が施され、ここにはタイプ C の USB が2口ついています。さらにその後方にはドリンクホルダーと大型のアームレストが備わり、中はこちらも十分広さのある収納空間となっていて、全体的にとてもスマートでありながら機能的にもデザインされ、本当改めてテスラ社のデザインは一歩先を行っているような、そんな印象を受けました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルはこのような感じで、こちらもシンプルでほとんど何もないという無のかっこよさを感じるような、そんなデザインとなっています。シフトはなんとここの右側のレバーで操作をすることができ、パーキングは先端のボタンを押すとかかるようになっています。左側はウインカーとワイパー、ライトの操作をすることができ、やっぱりウインカーが左側にあると、あ、輸入車なんだなと感じますよね。そしてハンドル正面には普通ならあるはずのメーターパネルが存在せず、ハンドルとディスプレイのみという究極の形がほんとずば抜けたセンスを感じますよね。それではこのお車で一番重要なディスプレイを見ていきましょう。まずこの一番右下にある車のマークを押していただくと、クイックコントロールという項目になっていて、ミラー、ハンドルとありますが、選択をしてからハンドルのこの部分を回すことで微調整をすることができます。その下のライトはオン、オフ、自動など細かな設定ができるようになっています。その下にはディスプレイとありますが、スマホの画面のように明るさなどを調整することもできます。さらにその下の運転モードですが、ここでは加速、コンフォート、標準とありますが、加速のパワーを調整することもできます。標準でももうどこのスポーツカーですかというくらいものすごいパワーなので、私はコンフォートで少し緩やかな設定でも十分くらいかなと思います。ステアリングモードはハンドルの重さなどを調整できるんですが、コンフォート、標準、スポーツとありますが、標準でも結構重さがあるので、私はコンフォート設定で少し軽めの方が運転しやすいように感じました。そしてストップモードについてですが、ストップモードは電気自動車の特性でもある回生ブレーキの調整になります。ホールドだとアクセルを離した時、結構 G がかかるのがわかるような強めの回生ブレーキがかかります。逆に回生ブレーキが好きじゃないという方はクリープモードにしていただければ、ガソリン車と変わらないような走りを楽しむこともできます。その他にも色々と細かな設定ができるんですが、他にも面白い項目があって、上矢印マークを押していただくとずらっとアイコンが表示され、ここのお楽しみというボタンの中にはアーケードゲーム、シアターというのがあって、この大画面でゲームができたり、また Netflix や YouTube を見ることもできたりと、まるで家でタブレットを使っているかのような、そんな感覚の使い方もできます。
また Web というのはここで普通に Google を開くことができ、調べ物をすることもできます。といった具合に全ての事柄をこのディスプレイで操作できる、共に乗っている乗員全ての人を楽しませてくれる機能など、こういうディスプレイが主体である未来の形もすごく魅力的ですよね。そしてハザードボタンは天井部分に備わり、サンバイザーは運転席助手席ともに鏡と照明付きになっています。それでは次に気になる後席を見ていきましょう。まずシートですが、前の席同様レザーフリー仕様になっていて、シートに座った感じもとても良く、足元空間頭上空間もとても広く、これはとても快適です。中央にはエアコンの吹き出し口と USB が2口備わり、特にすごくいいなと思ったのが、真ん中に座る方が足を伸ばせる構造になっていて、こういうユーザー視点での作りはすごくポイントが高いなと感じました。またもし乗客が2名の場合には、シート中央に格納式のアームレストとドリンクホルダーも備わっているので、この超開放的な空間にこの静かな車内といい、これは正しく最高の特等席ですよね。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはこのような感じで、奥行き幅といい、とても十分すぎるほどの密室空間となっています。さらにこのボードの下にも深さも十分にある大きな収納空間があり、このスペースって結構重要だったりしますよね。そしてもっと密室空間を拡大したい時には、後席をこのように倒すとさらに広くスペースを取ることもでき、この全面ガラス越しで星を見ながらの車中泊なんてしたら、もう最高の思い出となりそうですよね。いかがでしたか？本日はテスラのモデル3をご紹介させていただきましたが、この今までの車の常識を覆すような作りに、パネル1枚で制御をするようなシステム、本当未来のデモカーに乗らせてもらっているかのような不思議な世界観でしたよね。たくさんの機能がある中で、これだけシンプルな内装を成立させてしまう仕組みにも驚きましたし、本当に発想すべてにクリエイティブさが感じられて、世界一に輝くというのも納得の一台だなと感じました。実際にテスラモデル3に乗られている方の感想や気になっていた方の感想、また動画の感想など、ぜひコメント欄に書き込んでいってくださると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけますと動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。